よし、国生に香り高いエビのポテト包み揚げを食べさせてあげるのだ。どんな感想をもらえるかな。国生が人家壺にいないのだが。じゃあ代わりに勝利先生に食べさせてみせようよ。ほら先生、食えなのだ。時間があれば。なんだこのイベント、もうこんなクソでやめるのだ。クソでやめるのだ。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。お前って本当にせっかちだな。過去の私は失敗して裏切られ全てをなくしました。しかし今私は全てを支配します。これが完全なる正義、成就、完全なる不可、完全なる私だ。新しい物理国生のビルド紹介動画です。リカキン、初心者向けと言いながら星4貫突しています。本編と全く関係ない茶番。それでも、俺は物理国生を使う。いきなり、どうしたの？それでも、俺は物理国生を使うんだ。この虚無期間に耐えられず、頭おかしくなっちゃったのかな。このセリフは当チャンネルの動画によく書かれるコメントと同じですね。私たちのチャンネルって、雷国生の動画ばかりで、物理型の動画は数少ないですからね。雷型の紹介しているのに、俺は物理型を使うんだぜ。キリってドヤ顔してくる人いるんだよね。なんなのあの人たち。また、ホタルチン、視聴者に喧嘩を売っているよ。何を言っとるの、ホタル。物理型の方が銃撃ループのダメージ出しやすいし、ちゃんと強いのよ。でも、軽い敵は銃撃で吹っ飛ぶし、スタミナ管理が面倒なのよね。集団戦には不向きって感じ。そんな問題を解消するビルドを見つけてきました。今回は、銃撃ループを使わない新しい物理国生のビルド、物理国生 N4C 型を紹介していきます。また、今回紹介するパーティーは、国生以外、星4キャラです。パーティー全員星4武器なので、リカキンの方でも運用しやすいビルドになっています。チャンネル開設1年経って、ようやく参考になりそうなビルド来たかも。そもそも、物理国生 N4C 型の N4C って何？通常攻撃1段から4段を使った後に、銃撃を使うスキル回しのことですね。でも、国生は銃撃の方がダメージ出るから、わざわざ通常攻撃使う必要なくない？それに、シーズン4の第1話で紹介した、通常攻撃特化型と何が違うんだ？このビルドはですね、通常と銃撃のダメージが同じぐらいになるのですよ。それなら、銃撃ループにする必要もないわね。スタミナ管理が楽になりそうだわ。そうなのです。従来の物理国生では、銃撃ループを使うので、スタミナ消費が激しいのが欠点でした。また、移動する敵や、吹っ飛ぶ軽い敵は苦手でした。でも、N4C 型ならその問題も解消できるってことね。早速物理国生使いたくなってきたぞ。それじゃ、物理国生用の武器取ってきて、マグーくん。だから、いつもは家の扱いがひどいねん。続いては、おすすめのパーティーを一つ紹介します。国生、ロサリア、行く秋、運金の比較的低コストな編成になります。まず、国生とロサリアについてですね。ロサリアの元素爆発中に国生の元素スキルや元素爆発を使うことで、超伝導を安定して起こすことができます。また、国生とロサリアの固有添付により会心率を最大 30% アップできます。ロサリアの元素スキルで敵の追尾ができるのもいいですね。次は、国生と行く秋ですね。今回の国生は通常攻撃をたくさん使うので、通常攻撃に反応する行く秋の元素爆発とは非常に相性が良いです。また、集団耐性アップと回復薬もこなすことができます。そして、国生と運金です。今回のビルドでは運金は必須のキャラです。通常攻撃バフを巻き、岩元素攻撃によりシールドも貼れるようになるのも地味にありがたいです。これ、運金持ってない人は、どうしたらいいんだ？今年あった回答祭でみんな運金選んだから大丈夫でしょう。絶対そんなはずないんだが。最後にロサリアの氷元素と行く秋の水元素により凍結を起こすことができます。これにより、国生の攻撃が当てやすくなります。続いては、スキ
キル回しについて解説していきます。まずは、行く秋の元素爆発と元素スキル、その後、ロサレアの元素スキルと元素爆発、そして、分金の元素スキルと元素爆発。うおー、氷砕きのダメージが入っているぞ。救いようもない元素反応ね。全国の氷砕きファンの皆様、ごめんなさい。国星に切り替えたら、鎖を投げて、銃撃、そして、通常1段から4段、あとは、分金のバフなどが切れるまで 4NHC を繰り返します。このパーティー全体のスキル回しは、講義相手だとループ可能だったので、実用性もかなり高いです。国星、このビルド使ってみてどうでしたか2万ダメージ連発できて楽しかったわ。相変わらず、戦闘狂のコメント。国星さんは強くなりたい。イーランマン。走り走り俺たち流れる汗のそのままに。国星さんは強くなりたい。いつものことだけど、生異物はどれがいいのかな。生異物については、一般的な物理型と同じで大丈夫ですよ。一番おすすめなのは、蒼白4ですね。欠点がなく、物理バフと攻撃も漏れます。次におすすめなのは、シュネラワ4ですね。生異物効果にデメリットがありますが、蒼白4と同じ量のバフが漏れます。蒼白の厳選ができてない人は、シュネラワ4にするのもありかと思います。最後は、血染めに蒼白2です。この生異物は2つとも、冒険の中盤から手に入れることができるので、初心者の方におすすめします。攻撃が漏れないのが少し難点ではありますが。なるほどね。蒼白の厳選できてないから、しめ縄4にしてみようかな。しめ縄で私を締め付けないでよ。いやそのくだり、前回やったぞ。国星さんは強くなりたい。勝ち取りたいものもない無力なばかりはな。国星さんは強くなりたい。それでは、おすすめの武器をご紹介します。突然ですが、ホタルさん、このビルドで大切になるステータスは何だと思いますか？物理バフとか。通常、銃撃をよく使うから、通常と銃撃のダメージバフでもいいんじゃないか？そうですね。お二人が言った、物理バフや通常、銃撃のダメージバフが漏れる武器が必要です。となると、星4なら残弾試作や黒剣、星5なら風陽剣かな。バフは漏れないけど、バンガンも無難に良さそうだぞ。火力期待値としては、黒剣、精錬棒より残弾、精錬棒の方が少し高いですが、残弾だと生異物の厳選度が高くなるので、基本的には黒剣で良いと思います。星5も同様です。風陽とバンバンの差もそこまでなく、スコア配分で火力順が変わったりします。ちなみに、動画内で使用している武器は、黒剣、生異物はしめ縄4だね。黒剣は自分で回復もできるし、いいわね。次は海染めヒーラー国星ちゃんですか？それは、ちょっと無理があるかしら。そういえば、このパーティーって、運金は必須として、行く秋やロサリアを違うキャラに変えることもできるのかな？はい、様々な編成を試しましたが、その2人に関しては代用可能です。ロサリアさんの枠は、神格、海染め7や旧貴族ガイア、リオナでも大丈夫です。特に神格の方が、ロサリアよりもバフ能力が高いので、持っている人はおすすめです。行く秋さんの枠は、海染めココミやバーバラでもいけます。ただし、パーティーの火力は下がってしまいますが、もうすぐ実装される。ゲランと組み合わせることもできるのかな？ゲランの元素爆発も行く秋と同様、通常攻撃に反応するとの情報があるので、PS、プログ、4NC 型との相性はかなり良いと予想されます。実装が楽しみですね。思ったんだけど、これベネット入れた方がダメージ伸びないか？ベネットって誰ですか？あ、はい。すいませんでした。国星さんは強くなりたい。ここはどこだ？俺はどうして？悪いわね。帰るところだったのに気分を害しちゃったかしら。お前どうしてここに？リーユエコを離れていても私の情報網は機能し続ける。細かな動きまではっきりとこの目に映っていた。そしてここに私がいるのは
私の忍耐が尽きたから生産を始めましょう。国生さんは強くなりたい。それでは、本動画のまとめに入ります。まず、今回ご紹介した物理国製 EN4C 型は通常攻撃と銃撃でダメージを出していくビルドになります。そして、ダメージを伸ばすには、運金の育成が必要不可欠です。最後に、さらっと重要なこと言ったぞ。おい。通常攻撃をよく使うから、行く秋と相性いいのも、このビルドのいいところだね。通常攻撃に反応するイエランの元素爆発とも相性良さそうなので、今後も使っていけそうな気がします。ちなみに、このビルドって海外から持ってきたの？いいえ、投稿主が自ら作り、勝手に名前を付けたものです。あ、そうなんだ。じゃあ、この動画をここまで見た人は、友達10人にこのビルド普及するまで、原神起動しちゃダメね。鬼畜すぎません？というか、そもそも、物理国製なんて使う人いるのか？はい。夢見てんのが保証いらない全てはいらないもじけづいた野望のトライ満足なんてそこにない目に見えるのはねな未来思い通りにできるライフ手にできるかはあなた次第隠したりなんかはしない誰よりも誇らしげにできるマインドほらこの世界の中確かなもの自分以外は皆無イエラン徳騎忍は同じガチャと思い込んでた投稿主。しかし、イエランは一体獲得して忍は貫突したいので、7体確保する必要がある。しかし、そこに荒滝の親分が立ちはだかる。荒滝を1体も引かずに忍7体確保することはできるか。原石は5000しかないけど、できる気がするんだ。俺はできるよな。ダメ諦めたら周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそネバギブアップ。止まるんじゃねえぞ。オララ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 ラ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録はいいので、高評価をしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。